した油っていうのはラーメン作った時に細かいキラキラっとした油にならずに食べたら胸焼けするような油になるんで、やっぱ酸化しちゃういうことですか？そうですそうです。今の時代のテーブル席にしたらちょっと狭いかなっていう感じですけど、まあまあカウンター6の、テーブル席が4人掛けが2つで14ですね。うちはご飯物ってチャーハンがメインになるんで、浸水はさせないですね。その時にもう鍋の蓋の上で、鶏油であるとか、一番先に使うチャーシューとか温めていく。これがチャーハンに使うラードですね。自分でカットするんですけど、炒めんまの状態でカットした直後はもっと細いんですけどね、これを最低3日4日ぐらいは水返してどんどん太くなってもうちょっとね、この近隣の方にアピールしていきたいなっていうのがあるので、結構ねまだ近隣の方でも知らない人が多いんですよ。結構いてはるんですよ。僕の学生時代のあだ名なんですよ。あ、そうですか。ヘイを英語にするだけで随分こう印象が。そうですね。これは、まあ、自覚とかも見て考えましたね。考えとったのは嫁はんの方ですけどね。余計な油が浮いてると思います。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。大体小麦 100% の麺使ってるんで、この
の麺が結構僕気に入ってまして、これカットしていきます。まだちょっと氷がパリパリと張ります。痛みの方がもうないんでね、手の方は。一枚もんの合わせでない方ですね。油がちょっと多いところですね。はい。断面がこんな感じです。はい。次が合わせにやっていきます。夜はお一人って言ってはりました。平日は8時までだいたい1人ですね。8時ぐらいに嫁さんが来て、はい、パソコン使って発注とか。これが断面がこんな感じで。あ、本当ですね。脂身と。はい。おすすめグルメたくさん届いてますんでご紹介していきましょう。まずは大阪市阿部の本当に開店していないお寿司屋さんのような美味しさ。金沢狭さものすごいこここでしょ。人一人が。それから長野県から笹に包まれた押し寿司千葉寿司です。立花ラーメンね、なんか聞いたことがあるんだけど食べたことないんですよね。2つのパーツを1つにしてるんですよね。こういうところの方が脂身が少ないです。2つのパーツを合わせてるんでカットするときに崩れやすいのを作りやすいです。どんぐりの方ですね。嬉しいのがね、全席ソファーなんで赤身のところはちょっとちっちゃめに切ってます。この一つと生でいただくことができちゃいます。チャーハン用の卵ですね。
餃子入ります。サイドメニューに合わせてラーメン作る時間考えますんで、なるべく同時に提供できるように。ちょっとそっち行きますね。米もね、工夫が全然違って刺激がするのですごい。で、それをこう作った作者の方がお店の目の前にいらっしゃって、実際に私お話を聞きながら、お待たせいたしました。しっかりソースの方。席お時間などですね、あとは終了場所です。真城祐希誠対琴をさつきます。長与千草リングで現役続行を約束しました。長与千草、あっという間の60年、たくさん苦しんできたし、たくさん笑ってきた。打ち上げ私のゲックスの方ですね、その模様です。はい。を開催いたします。10時台、牧原紀之さん、11時台。ドリームズカルフード中之島にぎわいの森のコラボレーションプロジェクトが12月25日まで中之島中継にご提優勝曲決まってなかったら、炎の前にプラスやつを。時間アーティストリクエストを開催いたします。10時台、牧原紀之さん、11時台、上野です。12時。ありがとうございます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 。いらっしゃいませ。全国もランドラインじゃないですけど、この時間一番忙しくない？そうですね。準備万端に今日はしました。しました？お待たせいたしました。12月18
スマイライフを思い出してしまいますけど、やり続けることはエビのソースですね。おすすめしてますね。そんな母が持っていた東京の私とサタデーラグビー推薦とキャンプを選んでください。X もあります。ハッシュタグ SMC 更新で AI を活用して画面上で被爆者と疑似的に対話したり、普通の感性の影響を受けるため、全体に雲が広がりやすいでしょう。秋口から今ぐらいにかけてエビ醤油をやって冬は味噌をやろうかな。ちょっと春はまだこんな時で。私に楽しいホテルこちらの主題歌「フォーダンス」を12月18日水曜日にリリース。近くで仕事しとったから、帰りにラーメン屋探してたらGoogle マップ出てきたからここいいなってめちゃうまいですその後、ビデオスクリーンは新しいキスの時代のライブショーやメタバースと呼ばれますネット上の仮想空間でパフォーマンスを受け運動会
らっしゃいませ。お願いします。お待たせいたしました。しっかり醤油の方。はい。ありがとうございます。こちらしじみ醤油ですね。ありがとうございます。きれいになり、新幹の橋梁架け替え工事が完了し、通行を先々週引っ越してきて、はい。あ、お近くに。でラーメンって調べたら一番上にできたんで美味しそうと思って、でちょうど醤油食べたかったんで、しじみ醤油と、がっつり醤油、しっかり醤油ザ中華って感じで実は面白いな。ここ黒かっこいい。ね、またやらせてもらいます。ありがとうございました。来週12月14日サンクスウィークのショートフォーメンスなので動画のメッセージをお願いしました。その中で今日はたくさんバンドの上に流しやらせていただいて、仲は良かった。2人でどうこうことはなかった。仲間でグループの中で。今日のメニュー紹介しましょう。今日のサタデーはもうこのお店もいきなり店始めましたみたいな。今日ちなみに何頼まれたんですか。しじみ醤油。前回はまた違うの。これもうこれ一択で。もうめっちゃ気に入ってあるんですそう、もうしじみのスープが最高で。出るの。野菜の優しい味がちょっと甘みがあってすごい美味しいです。餃子300円持ち帰り。ありがとうございます。売りにするだけある。美味しいですね。
際に個人で YouTube やって僕多分8時半頃に来ると思うんで、はい、お願いします。ありがとうございます。すいません。南森町でせがれが土日とか土曜日だけか私ら休みやったんで、その間間借りしてて、その時にせがれおばちゃんとこやったら名前あかんからってせがれんとこにして、でその時にシューマイを出してでしてたんやけど、だんだんもうシューマイがあるかないかだけやから、普段もおばちゃんのとこで名前統一しても全部一緒にしようか言って。
店番と朝早いから来てもらったんで。ありがとうございます。全然。昨日のじゃあお昼からこう炊いてるんですか？もう昨日の朝からですね。もう朝から炊いた、はい、やつが。今火入れて、はい。一回混ぜて、で、お客さんに提供するって感じですね。からはもう斜めになって水の加減で排水の加減でこうやって手洗ってたんで今までお父さんがしてね手洗ってもらいます。シューマイめっちゃ大きくないですか？そうそう、これでもちっちゃなった方なんですよ。一回はい。で焼き鳥屋さんで、鶏が余ったりもしたことがあって、それでなんか一品作ってや言われて、で僕が絶対今後今から絶対シューマイがブーム来ると思ってシューマイを鶏ミンチで作ったら、みんな美味しい美味しいってお客さん言ってくれて、でこっちの実家に入るようになって、親父がなんか武器1個ぐらい持ったらへんちゃうか言われて、でシューマイしかなかったんでシューマイやったらみんなが美味しい美味しいって言って、ラーメンと餃子は店側をしてるんですけど、よく出るって言ったらもうラーメンチャーハンセット。うちはもうスープは全部一緒なんですよ、はい、ちょっと味噌めのあっさりとしたラーメンと思ってもらった方が、うちのチャーシュー食べていただいて、チャーシューおいしいおいしい言ってくれて、でチャーシューをお持ち帰りされる方もいっぱいいらっしゃるんで、
ださい。あ、どうぞ。どうぞ。じゃあ、エッグ定食と、はい、ラーメンシューマイセットと、はい。ごめんなさい。はい、先生。単品のラーメンと単品のチャーハン。はい。こちら取り皿も置いてきます。お待たせです。お願いします。ラーメンチャーハンよ。
もう毎回これ食べられるんですか？いろいろ。美味しい。美味しいですか？ラーメン餃子セット2つ。2つ。はい。餃子セット、お一つ目の餃子。前からラーメンを2つ出ます。まずお一つ目。ありがとう。ございます。お願いします。お冷や用意してます。はい。夏なんでさっぱりして。トマトラーメン1つ、餃子3人前。はい。餃子焼いといて大丈夫です。はい。餃子3人お持ち帰り。はい。あんまシューマイ頼んだことないんですけど、売りにするだけある。美味しいですね。おぎり、ありがとうございます。お願いします。おぎり。もうよく来るんですか？よく来るんですか？週1ぐらい。週1。もうラーメンしか食べない。でも年やからね、麺を少なめにしてもらって。
はいよ地元にすっごい行列のラーメン屋さんがあるのと思って、それでも一回ちょっと行ってみないとと思って、野菜の優しい味はちょっと甘みがあってすごい美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ニラもやしそば。確かに。皆様がカツカレーになったら前のラー油を使ってください。はい。はい。こうしやすい。吉井さんは見てんねん。とりあえず餃子とシューマイだけと。また送ってますのでお待ちください。はい、これうまい。ありがとうございます。ちっちゃい方な、うどんみっちゃじゃないな。これ、どんな丼ができるのかな。ラーメン丼っていうイメージがわけへんでしょ。私からなんかないから卵あると薄焼き間にしたらって言ってでそれから器触って熱いよ。きれいな。これ卵あるやろ。卵入ってました。ネギも入れとこう。麺を。触れてるから時間かな。やっぱりよそでいいかな。だから8点取られるかもわからんけど9点取って。そうそうそう。去年のお母さんがやった。
一番初めは南森町で。そうなんで始めはったんですか？最初はその米屋をやってて、でおじいちゃんが私の義理のお父さんが心臓が悪くて、もう米屋やったら無理やって、もう商売買いしようって、じゃあ何しよう言って、飲食が一番早いやろう言って、でその当時餃子のみんみんさんが天満の駅の方にあって、そこへお母さんが食べに行って味を覚えて、で自分で餃子を作りはって、で餃子とラーメンだけで最初始めて、で今みたいにこうやってね材料いっぱい揃ってないからあるものでやって、それで近所の人がおばちゃんとこ行こうか、おばちゃんとこ行こうか、最初5席ぐらいしかなかった。でそれから主人が一緒に働くようになって店を大きくして、で私が来てその当時は名前またお店の名前違うかったですか？最初はねお母さん美恵子なんて美しい園って書いてみそのやったんだけど、お客さんがもうみんなおばちゃんとこ行こう、おばちゃんとこ行こう、でもあんまりもおばちゃんおばちゃん言われるから、ほな屋号おばちゃんとこに変えようか、だから最初の屋号3ヶ月したかしてへんか、私らが着いた時にもう屋号変えてもええよって言われたけど、いやもうこんだけ慣れてるんやったらもうそのまま行くって言って、そのうち私の方がそのうちこいつがおばちゃんになるから、今はきっちりおばちゃんですけど。でなんか名前を調べてもらったら、おばちゃんとこっていう名前の店はないって言われて、ほんなら登録しといたらって言われて、で登録して、まだ10年は誰も使えない名前。なんか若い兄ちゃんがしててもおばちゃんとかです。朝はスープの用意と掃除とやってるんですけど、ゆず塩ラーメンが一番人気で、2番目がてっちゃんラーメンで、3番目がポタージュラーメンです。こうやっていってください。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。岡山県の備中丸鶏って言って結構きれくて大きめの丸鶏なんですけど、ちょっと贅沢に入れてる感じですね、スープの中に。で国産の豚ミンチも入れてるのと。こんだけでもこれを入れてるところは多分ほぼないんですよね。スープにお金かけてますね。寒いけどさ、あれだけやってきてほしい。両面って渡辺さんも。
れはもうただ匂いをちょっとでもマシにするだけですから、これはローリエっていう葉っぱです。一旦ここでアクを一回取ってから葉っぱ柄っていう部分しか使ってないです。前の部分、そればっかりをもう用意してもらって、他はもう使ってない。ここが一番甘いスープが出るっていう、胸肉のところが一番甘いっていう。一番美味しいところで出してる感じ。すごい量ですね。量すごいでしょ。はい、しいたけ。だいたい平均して250食ぐらい1日出る感じですね。すごい。はい。もうスープはほとんど完成ですか？まだ始まってないぐらいです。あ、そうなんです。今からですね。もう今やっとした準備ができた感じです。はい、まあうちはこだわりすぎやと言われますね。あ、そう。このままもう次。今やっと1回目沸いてきたんですけど、はい、これを絶対逃してしまったらもう全て失敗してしまうんで、沸かしすぎないっていうことが大事やですごい油とアクが出るんですけど、地道にコツコツずっとあと2時間ぐらいずっと取るというだんだんもうここが透明になっていって綺麗なスープになるんです。透き通ったスープ。スープを全飲みしても罪悪感ゼロ。多分食べた後結構みんな腸が活性化したとか言われますけど、大げさなんかもしれないですけど口内炎治ったとか言われたりします。でラーメン屋で働いてたんですけど、ラーメンの魅力っていうのはすごくね独創的で、いろんな味が自分で作れる、いろんなことを工夫していっているうちに、どんどんハマっていく。
大阪で一番美味しい塩ラーメンを作りたいなっていう風にだんだん変わってきまして、13年前に塩人っていう名前で自分のブランドで立ち上げたっていう感じです。最後はきれいに油を取って終わりです。はい、こんにちは。昆布と椎茸。ゆず塩ラーメン。はい。一つ。一つで。はい。いやー。はい。こんにちは。どうぞ。いらっしゃいませ。はい、どうも。行ってきます。お待たせしました。ゆず塩ラーメンです。ご注文からですか？ありがとうございます。
麺が春豊っていう小麦と、キントーンっていう小麦をブレンドして作ってます。春豊は北海道で小麦の王様って言われてる希少価値高い小麦です。細いですけど、まあ結構粘り気もあってもちもちしてて、はい、キントーンっていう小麦が入ってるんでプツンと切れるような歯ごたえがすごい良くて。7番さん、ポタージュ3種トッピングをオーダーいただきました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、返しますね。餃子セット入ります。13番さん、てっちゃん塩地餃子セット。一種は中に入ってます。はい。行ってきます。いってらっしゃい。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。またお越しくださいませ。はいよ。はい。行ってきます。はーい。行きます。いらっしゃい。いらっしゃい。水しや。どうぞ、何名様ですか。お疲れ様です。やばい。はよ。
2です。行ってきます。お願いします。おすすめのメニューとかあるんですか？これ美味しいよね。いいですよね。お店のどういうところがお好きで来られてるんですか？短所がええんじゃん。笑顔が。ございました。いつもありがとうございます。どうもありがとうございました。またお越しくださいませ。はい、すいません。どうぞ。どうぞ。新居お二人様です。はい、いってらっしゃい。はいよー、どうぞよー。はいよー。7番さん、梅付き焼き菓子をお題いたしました。はいよー、どうぞよございます。行ってきます。はい、いってらっしゃい。はい、行ってきます。はい、いってらっしゃい。はい、こんちゃん、どうぞ。お二人様です。どうぞ。松森です。行ってきます。お願いします。はい。行ってきます。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。どうぞいらっしゃいませ。お、はい、すいません。ポタージュです。行ってきます。お願いします。です。はい。はいよ。はい。
しゃい。上がりまーす。ラーメン第13です。はいよ。はい。いける。行きます。はい、いらっしゃい。タンタンに上がります。はいよだあ、板がないな。どうぞはーい。今日ご注文は何されたんですかね。ポタージュラーメンはいで初めて来たんですけど、はいもうすごいコクもあって、あと麺がすごい美味しかったですね。近くでご飯屋さんないかなと思って調べてて、で調べたら塩陣さん出てきて、はいこれは行くしかないなと思って、はいね、また来たいなと思います。店長持っていってくれる？はい。はいよ。はい。はいよ。ありがとうございます。行きます。はい、いってらっしゃい。いらっしゃい。バターいってそのまま麺してもらっていいですか？
今からチャーシューを仕込んでいきます。この中で低温調理するので、大体4時間半から5時間ぐらいです。ご主人はもともとどこかでご修行とかされて独立されたんですか？はい、そうですね、1年半ぐらい、煮干しラーメン玉五郎ってところで、勉強させてもらって、でここのお店は、煮干しと鶏白湯のそのダブルスープということで、南大阪地域でこの煮干しメインで取り扱ってて、でしかも全面にこう煮干しを出してるお店っていうのは少ないので、それが売りなんです。一番商品として出るのは、特製ラーメン、が一番出ます。村上朝日製麺所さんというところでうちで特注の麺を作って各店舗それぞれ違うんですけど、うちは2種類です。ラーメンとで、あとはつけ麺と松葉は併用で。
黄身を真ん中に寄せるためです。回してあげることで遠心力で固まらないように。あえ玉っていうのが聞いたことないですけど、あえ玉は替え玉やと思ってくれたら、替え玉に味とトッピングが乗ってそのままでも食べれますし、でつけ麺みたいに浸してもらってもいいし、そのままラーメンにそのままダイブしてもらって替え玉みたいに使ってもらっても。セメントみたいなこれだけ見たらとても美味しいように思うんですよね。香りはすごいいいですもんね。もう 100% やから、全部煮干しやから。ここは割りスープを置いて肉割りスープのテーブルに2つちゃうとかなんか最高ですけど、毎日やっててもやっぱ多少のブレはあるので、そこはもうスープとか返しとかで調整してでちゃんと出せるような商品で毎日やってます。ちょっとは俺とこうだから、もう一個聞いてない。それはビックルドリルがいけなくて。
基本お客さん注文を受けてから切るって感じですか？もうそうですね。じゃないとだんだん劣化していくし、風に当たったら色味も悪くなっていくので、基本的にはもうオーダー取ってからカットしていきます。はい、わかりました。いやいや、俺も緊張してるから。はい、行きましょうね。今で出勤からお願いします。ラーメン大盛りから上がります。麺類少々お待ちください。お待ちください。今出しました。ラーメン大盛りで2つ目気をつけてください。じゃあ60でラーメン、ごめん、混ぜそばね。いいよ。これ煮干しと白湯混ぜてるんですか？そうです。この白湯と煮干しをここで1対1して。今度ラーメンちょっと。はい、どうぞ。どうぞ。こちら特製ラーメンになります。器熱いので気をつけてください。どうぞ。はい、どうぞ。お待たせしました。お気をつけて、またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。おおきに。ありがとうございます。
サンキュー。いいよ。どうもありがとうございます。はい、オッケー。高新さんね。いいよ。運び行きます。はい。はい。よく混ぜてお召し上がりください。あと少々お待ちくださいね。今お預かりよろしくね。いいよ。はいよ。お待たせしました。こちら味玉つけ麺の香辛料なしね。ちょっとつまっていいから気をつけてね。はい、どうぞ。スパイシーだけれども食べやすい感じ。荷物よかったらしましたね。カゴあるんで。ごめんなさい、少々お待ちください。サラミ2丁入ります。いいよ。どうもお待ちさんね。いいよ。大盛り取り分け用です。はいよ。セラーメンの方になります。お待たせしました。どうぞ。はい、どうぞ。お待たせしました。お待たせしました。こちら卵ご飯になります。こちら醤油の方になっております。はい、こちら今日はどうぞ。麺類少々お待ちください。お待ちください。お待たせしました。特製つけ麺並。で、下のサラモンください。はい、どうぞ。どうぞ。はい、どうもありがとうございます。はい、すみません。ありがとうございます。いい？ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。どうぞ、お気に気をつけて。ありがとうございます。よ。いらっしゃいませ。すみません、ラーメン大盛りからで。ありがとうございます。つかみお待ちください。お待たせしました。こちら炙りチャーシュー丼になります。はい、どうぞ。あとこちら卵かけご飯になります。つけ麺少々お待ちください。いいよ。はい、特製つけ麺特盛りの圧です。気をつけておろしてくださいね。はい、すみません、お待たせします。どうぞ。はい、すみません、スープです。下の皿持ってくださいね。ありがとうございます。特盛りなんで2杯目スープついてます。おはぎのタイミングで声かけてください。はい。じゃあ割りセットです。いただきます。どうぞ。はい、オッケー、どうぞ。進んでください。どうですか、わし。めちゃめちゃ美味しいです。最高です。友達が前に来てて、はい、それで美味しいっていうので買ってきました。がもう想像以上にめっちゃ美味しいね。めっちゃ美味しかったです。びっくりしました。特盛りやったんで、もうお腹いっぱいです。はい。天丼前そば飲みたい。はいよ。前缶です。はいよ。割りセットはもう全部書いてくれた。あと、3箇所です。はい。どうぞ。あ、どうぞ。はいよ。つけ麺が2丁上がってます。上がった。それ出したらいってあげて。はいよ。おどんそれ出したらいってあげて。はいよ。こちら炙りチャーシュー丼になります。麺に少々お待ちください。お待ちください。つけ麺並盛りご注文です。はい。で特製つけ麺の大です。前ごめんなさいね。スープはお待ちください。美味しいですね、やっぱり。めちゃくちゃ美味しいです。10回以上来てます。10回以上。はい。ラーメンも美味しいんですけど、つけ麺がやっぱり特にすごく美味しいなと思って、つけ麺とあとこの炙りチャーシュー丼、この2つは本当になかなかおかげないような感じの美味しさですね。この2つばっか食べてますね。はい。渡辺さんですか。じゃあ小川さんお部屋持っていってあげて。タコ弁をもらいます。
に出ます。いいよ。じゃあ10個終わったら先頭待ち3号。いらっしゃいませ。はい、お願いします。どうぞ。後ろ取って出前パン。はい、よくどうぞ。実はそんな温めてないんで。なので、好きなタイミングで声かけてください。新しく持ってくるんで。美味しいですか？美味しいですか？すいません。はい。はい。お待たせしました。つけ麺、特の麺のあったかい方になります。はい。こちらの方になります。はい。特のお客様。全員特ですよね。はい。いや、もう20回ぐらい来てるかもしれません。でもいつも混ぜそばです。めちゃくちゃ美味しいです。いつも。想像以上に美味しくて、煮干し結構好きで食べるんですけど、もう煮干しがすごい強くてちょっとびっくりしたぐらい美味しくて、で煮干し濃いとちょっと苦いなってあるんですけど、そういうのがなくてすっきりとしてて美味しかったです。これめっちゃうまそうに見えません？これ一番綺麗じゃないですか。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、どうぞ。しました。どうぞ。